はい、お疲れ様です。ちょっとね、やばいっす。個人的にはめちゃくちゃ興奮してるんですけど、クロードのデスクトップアプリと、あと、オブジリアンっていう、これですね、なんかちょっとかっこいいやつ。この、ローカルで保存できる、メモツールがあるんですけど、それが連携させることができました。これ、なかなかちょっとね、熱いなと思ってそれをちょっとね、記録に残しつつ共有したいなと思ってるんですけど、僕、オブジリアンっていうメモアプリを使ってて、で、ここに、論文を入れたりとか、あとは個人的に気になったニュースとかをこう中にね入れたりしてるんですね。あとプロンプトとかをこういろんな人が X 上で公開してくれてるじゃないですか。それとかをこう溜め込んだりしてるんですけど、こんな感じね、結構あのたくさんプロンプトを収集してるんですけど、そういうのを結構ね大量になってくると、あれどこやったかなって忘れちゃうじゃないですか。ただね、クロードと連携させとけば、クロードにチャット形式であのプロンプトなんだっけって聞いたら引っ張ってきてくれたりとか、あとはそれをまとめてくれたりするんですよ。これね、結構面白いんじゃないかなと思ってて、例えばですけど、オブジリアンの中から、思考を整理するプロンプトを探して集めてみたいな感じで入れると動いて作動してくれるんですよ。でこんな感じでオブジリアンと連携していいですかっていうポップアップが出るんで、これで OK ってやるとこう今探してくれてるんですね。でファイルが見つかりましたって言って、このプロンプトアイデア集っていうところから探していきましょうってやって、ここにプロンプトアイデア集ってあるんですね。はい、プロンプトアイデア集のファイルの中を確認しますって言って、でなんかこんな感じのやつがありますよねって言って、今ね出してくれてるんすよ。出してくれてるんすよ。これすごくないですか？これやばいっすね。面白い。めっちゃ面白い。でこんな感じのあのプロンプトがありますよってなってて、どん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 出してくれてます。これやばいな。面白い。いやせっかくクロードを年間契約したので、もう使い倒したいなと思って、でクロードを使い倒すんだったら、プロジェクトとか、そういうのでね、いろいろタスクに分けてプロジェクト作っていくっていうのも確かにあるけど、あの MCP かコンピューターユーズかっていう、そういうのを使いこなしていくっていうのも、クロードを使いこなすの一つだなと思ってたんですけど、コンピューターユーズはやっぱりちょっとハードルが高いんですよね。なのでMCP モデルなんちゃらなんちゃらってこうね連携するやつをなんとか使えないかなって思ったんですけど、あれターミナル開いてなんか裏側で設定とかしなきゃいけないんですよ。でちゃんと見ていけば多分できるんでしょうけど、個人的にはオブジリアンと連携させてくれれば結構満足だなと思ってて、でそれ簡単にできないかなと思ってたらね、意外といけるんすよね。意外と簡単にいけたっす。でこのプロンプトの中身とかまでちゃんと見てくれてるんですよね。ゴールセットプロンプトとか、すごいすごいすごい、めっちゃ出してくれてる。いやーこれすぐ上限来そうっすね。出力上限めっちゃ出してくれてるな。これやばいっすね。これだけ見つかったよっていうのがあるんで、最後にディープリサーチ模倣プロンプトかなんで、これが最後ですね。でこれだけたくさんのものがあることが分かりましたってなったんで、じゃあオブジリアン内に思考整理
これまでにピックアップしたプロンプトを集めたフォルダを作ってとかってやるとフォルダを作ってくれるんですよ。新しいフォルダを作成しますって出て、でこれ OK 出すと今できたんですよ。これか、思考整理プロンプト集で今作ってるんで、これですね、ここ今作ってるはず。わ、来た。マインドマップ系プロンプト来ましたよ。で次も作ってますよ。振り返り内省系プロンプト。ちょっと時間かかってますね。これね、ちょっと出力遅いですね。ほら来ました。振り返り内省系プロンプト。こんな感じで自動でファイルも作ってくれるんですよ。でも本当になんか今全然操作してなくって自動でどんどん作ってくれてる感じです。いや、これはなかなか熱いっすね。これ面白くないですか？めっちゃ面白いっすけど僕としては。で今横に PDF ファイル開いてるんですけど、この PDF ファイルの中も見てくれます、ちゃんと。いやー、これは面白いな。すごいわ。でちゃんと中身もねあるんで、で今ピックアップしたものを多分またファイルの中としてファイルの中に詰め込んで整理してる感じですね。だから今まで7、8個出してきたものを大きくカテゴライズして、でその中に詰め込んでるって感じですね。うん。でこの辺はまあもうちょっと明確に指示をしてあげれば、どういう分け方してくれとか、今までのやつをもうただただファイルに保存するだけでいいよとかっていうのは、こちらが具体的にやっぱ指示をしてあげないと、勝手にこんな感じでね、複数のプロンプトを1個のファイルにまとめちゃったりとかはあると思うんですけど、まあこれは本当に指示を出す側のなんだろうな、指示の具体性とかによるので、これはいい悪いじゃなく僕の指示が良くなかったっていうだけの話ですけどね。はい。なんでこれまでにピックアップしたものをマインドマップ系と振り返り内省系、目標設定系、多角思考系と意思決定系に分けましたよっていう。でここにファイルが新しく生まれました。いや、これすごくないですか？すごくないですかっていうか、オブジリアンを使う理由と、あとはこの連携させていろいろやっていくっていうのがめっちゃやりやすくなるなって思いますね。だからクロードを使う理由が僕の中でめっちゃ爆上がりしますね。これはめっちゃ面白い。いや、これは面白いっすでそんなに難しくなかったんですよ。僕でもできるんで全然皆さんもできると思うんですけど、まず大前提にオブジリアンのアプリをインストールしてることが大前提にはなります。でオブジリアンのこれ一回開くかな。これがオブジリアンのアプリの画面になるんですけど、このサイドバーですね、サイドバーを開くとここに歯車マークがあるんですね。で歯車マークを押してコミュニティプラグインっていうのを選ぶと、この観覧っていうところがあるんですね。で観覧開いてここにクロードって入れてあげると、この MCP ツールズかなっていうのが出てくるんで、これをインストールします。これをインストールしてあげると、
ここのコミュニティプラグインっていう今何がプラグインされてますよっていうのが出るんですね。でそうすると何が足りないとかっていうのを教えてくれるんですよ。で最初にこの MCP ツールズっていうのをインストールしてあげると、あとこれだけがこの3つが必要ですよっていうのを言ってくれるんで、あとはもうこれを普通にさっきのコミュニティプラグインのところの観覧からここに入れ込んで検索をしてあげて、でローカルなんちゃら API と、あとスマートなんちゃらなんちゃらとテンパラチャーかな。なんでトータルでこの4つっすね。この1234、この4つをインストールしてあげると、もうクロードと連携ができます。はい、これはマジで自分の中では革命っすね。めっちゃ面白い。めっちゃ面白いです。あれどっか行った。はい、もうこんな感じで今ほんとどうだろうな、いろいろ調べながらですけど3、40分で設定してここまで来れたんで、全然いけると思います。で一回そのアプリを閉じて再起動とかはねしなきゃいけないんですよ。クロードとかクロードのデスクトップアプリもダウンロードインストールしとかなきゃいけないし、オブジリアンのこのメモアプリもインストールしておかなきゃいけないし、でそれぞれのプラグインをインストールして、で一回どっちもアプリを落とさなきゃいけない。シャットダウン、この×を押すだけじゃなくてちゃんとここで一回アプリを閉じるっていうこともやらなきゃいけないです。はい、だそういうの一回一回丁寧にやってあげればもう連携できるんで、で連携ができてればここになんちゃら MCP っていうのが出るはずなんで、であとここっすね。このコンテキストウィンドウの右のところにここに MCP ツールっていうのがあるんで、ここにどういうツールが連携されてますよっていうのも出るんで、これがちゃんと出てれば連携されてます。はい、いやーこれはマジで面白いです。来ましたね。来ました。今年一番の僕の中の面白っていう感じのはいところです。なのでちょっと僕これ使いながらオブジリアンに入れた情報とかも整理したりとか、あとはその中のものを編集させたりとか、ちょっといろいろね試してみようかなと思ってます。はい、ちょっとね今日はというかこの動画はこの興奮を伝えたくて撮りました。はい、でもしそのクロードね普段から使ってるよっていう方とか、あとはオブジリアンもともとインストールはしてたけどあんまり使ってなかったよっていう方は連携させてみてください。結構面白いと思います。はい、ではオブジリアンに入れる情報とかもいろいろ試してみたいなと個人的には思ってるので、YouTube 入れてみるとかですね、音声データ入れてみるとかいろいろ試そうかなとは思ってるんですけど、ひとまずはちょっと連携できましたっていう報告だけさせていただきました。はい、以上です。